みんな、こんにちはなのだ。澄んだもんなのだ。今日は僕たちの住む日本についてびっくりするニュースをお届けするのだ。実はね、みんなが当たり前に使っている日本っていう名前、法律でこれが国名ですって直接定められた条文は存在しないらしいのだ。これってなんだか不思議じゃないのだ。僕も聞いてびっくりしたのだ。そして今日はみんなにぜひ知ってほしいニュースを全部で3つ用意したのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。なんとね、与党連立会称号、立憲、公明が統一首相候補を模索っていうすっごく熱い記事なのだ。公明党さんが自民党さんとの連立を解消したことで、立憲民主党さんが公明党さんと協力して統一の首相候補を立てようと動いているらしいのだ。国民民主党さんももう自民党さんとの連立には乗り気じゃないみたいで、さらに話は複雑なのだ。立憲の野田代表は公明党さんと政治とカネの問題で危機感を共有してて、協力に前向きみたいだし、立憲の安住幹事長は国民民主党の玉木代表を統一候補に推しているのだ。玉木代表は首相になる意欲はあるけど、安全保障政策をはっきりさせてほしいって言っているのだ。日本維新の会の吉村知事さんも、立憲と国民が合意すれば玉木さんを支持するって言っているし、共産党さんも自民党政権を終わらせるために協力する可能性を示しているのだ。自民党さんはもうすぐ臨時国会を開いて首相指名選挙をしたいみたいだし、ASEAN 首脳会議や日米首脳会談など大事な外交日程も迫っているから、10月24日までに新しい首相さんを決めなきゃいけないって言われているのだ。これからどうなるか本当に目が離せないのだ。これからの展開を見逃さないためにも、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくなのだ。それでは今日のニュース一緒に見ていくのだ。こんにちは。今日は日本について紹介するのだ。東アジアに位置する美しい島国、首都は活気あふれる東京なのだ。約1億2000万人が暮らしていて、立憲君主制のもと長い歴史を築いてきた国なのだよ。自動車や最先端テクノロジーが主要産業で、アニメ、漫画、和食といった独自の文化は世界中で大人気なのだ。最近では観光客も増えていて、AI やロボット技術の進化も注目されているのだ。伝統と革新が共存する魅力的な国なのだよ。一つ目のニュースなのだ。与党連立会称号、立憲、公明が統一首相候補を模索という記事なのだ。公明党さんが自民党さんとの連立を解消したのだ。これを受けて、立憲民主党さんが公明党さんと協力して統一の首相候補を立てようと動いているのだ。国民民主党さんももう自民党さんとの連立には乗り気じゃないみたいだね。立憲民主党の野田代表は公明党と政治とカネの問題で危機感を共有しているって言って協力に前向きなのだ。立憲の安住幹事長は国民民主党の玉木代表を統一候補に推しているのだ。玉木代表は首相になる意欲はあるけど、立憲さんには安全保障政策をはっきりさせてほしいって言っているのだ。日本維新の会の吉村知事さんも、立憲と国民が合意すれば玉木さんを支持するって言っているし、共産党さんも自民党政権を終わらせるために協力する可能性を示しているのだ。自民党さんは10月20日に臨時国会を開いて、すぐに首相指名選挙をしたいと提案しているのだ。ASEAN 首脳会議や日米首脳会談など大事な外交日程が迫っているから、10月24日までに新しい首相さんを決めなきゃいけないって言われているのだ。これからどうなるか目が離せないのだ。2つ目のニュースなのだ。自公連立26年間の紆余曲折という記事なのだ。自民党と公明党は26年にわたる連立に終止符を打ったのだ。両党は選挙協力で深く結びつき、相互に支え合う関係だったのだ。かつて自民党は公明党の支持母体、
創価学会に反発していたけど、1998年の参院選敗北後、安定した政権を作るために公明党と手を組んだのだ。この連立は、公明党の提案で国民への商品券配布が実現し、自民党が公明党に選挙区を譲る代わりに、公明党は自民党候補を支えるという形だったのだ。平和を掲げる公明党は、自民党の保守的な政策を支持することもあったのだ。イラク派兵や教育基本法改正など、政策面での摩擦も絶えなかったのだ。それでも公明党は、自民党の右傾化を食い止める、ブレーキ役として連立を維持してきたのだ。コロナ禍では、公明党の働きかけで全国民へ10万円の一律給付が実現したのだ。しかし、近年は創価学会の高齢化で選挙協力の効果が薄まり、公明党は参院選で過去最低の議席数になったのだ。また、自民党の政治と金の問題も関係見直しの大きな理由となったのだ。3つ目のニュースなのだ。日本の連立政権崩壊の理由と今後の展望という記事なのだ。日本の連立政権が金曜日に壊れちゃったのだ。長年の相棒だった公明党が抜けちゃったからなのだ。これで高市早苗さんが初めての女性首相になれるか、ちょっと怪しくなってきたのだ。公明党が離脱した一番の理由は、LDT の政治資金スキャンダルに対する対応が不十分だったからなのだ。去年の裏金問題で LDT は信頼を失っちゃったのだ。特に高市さんがスキャンダルに関わった人を大事なポストに置いたのが公明党を怒らせたらしいのだ。公明正大を掲げる公明党としては、これじゃあ選挙を戦えないのだって言っているのだ。それから高市さんの強い保守的な政策や靖国神社への参拝も公明党の支持母体である創価学会の人たちが不安に思っていたのだ。LDT と公明党は1999年からずっと一緒に政権を担ってきたけど、これで国会の両院で過半数割れになっちゃったのだ。法案を通すのがとっても大変になるのだ。高市さんは国民民主党との協力も考えたみたいだけど、国民民主党は公明党の意見に賛同しちゃったのだ。高市さんが首相になるには過半数の支持がいるけど、今の状況じゃ難しいのだ。もし野党が心を一つにして共通の候補者を選んだら、政権がガラッと変わる可能性もあるのだよ。自公連立が解消され、日本の政治は大きな転換期を迎えたのだね。野党が統一候補を模索し、小指名選挙に向けて激しい動きが予想されるのだ。与党は過半数割れで、法案通過も難しくなりそう。これからどんな新しい政治が生まれるのか、ずんだもんはワクワクするのだ。みんなで一緒に見守るのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。